7月初旬、SNS を中心にネットで拡散されたこちらの動画。この一連の動画の真実をご覧いただこう。肘をガンガン見せつけてよ。あいつらやばいよ。マジでふざけんな。どういうことだよお前。梅野源氏に一体何が。ふざけんなよお前。普通にお前これやばいだよ。6月某日、激闘を終えたばかりのあの男がライジン事務所に呼び出された。はい。お疲れ様です。おお、梅野。日本ムエタイ界の至宝、梅野源氏。2007年のプロデビュー以来、長い手足から繰り出される攻撃を武器に連勝を重ね、国内外で数々のタイトルを獲得。さらに2016年にはムエタイの最高権威であるラジャダムナンスタジアム認定王者となる快挙を成し遂げ、500年以上続くムエタイの歴史にその名を刻んだ。そして2021年からは活躍の場をライジンへ。どう試合後。体は全然、無傷なんですけど、いや無傷ってそれおでこすごいじゃん。ここら辺はそれでももう引いてきた方なの。これかなり引きましたね。そう、先日のライジン47キックボクシングルールで魚井フルスイングと対戦した梅野。初のオープンフィンガーグローブにもかかわらず、右肘で2度のダウンを奪うなど、終始梅野が試合を支配し、ストレートの判定勝ちを収めた。勝者梅野源氏。オープンフィンガーを使ってみた感触はどうなの。いやでも肘もめちゃくちゃ打ちやすかったし。あ、そう。肘打った？肘めちゃくちゃ打ちましたよ。本当？あれはでもバッティングでしょ。いやいやいや、あれ結構バッティング言われましたけど、1回目は、確かにバッティング、あっての、肘が当たってました。2回目に関しては頭は1ミリも当たってないですね。確実に頭は1ミリも当たってないですね。確実に。榊原社長が指摘するように、この2度のダウンについて肘ではなくバッティングではないかと主張する声も多く、何が爆肘だよ、爆頭、ムエタイというより頭痛い、男梅みてえな顔してるななど SNS は大炎上。さらに因縁の相手浩二からは、もうただのメンヘラやん、2ミリも肘当たっとらんやん、もうただのムエタイ界のジダンやんと、梅野の肘を否定する声が上がっている。梅野源氏たるもの、もう肘のスペシャリストだから、分かりやすくガーンって肘でガクンとかっていう風な、そんなのを見せてくれるんじゃねえかなと思ったんだけど、そういう意味で言うと見てる側からすると分かりづらかったっていうのはあるんだよ。ただ間違いなく言えるのは、肘は確実に当たってるし、2回目はそれでダウン取ってるし、肘は確実に当たってるし、2回目はそれでダウン取ってるし。俺は見えなかったっていうだけで。私は見えなかった。見えなかった。早すぎたのかな、お前の肘が。多分僕の肘がやばすぎただけだと思う。やばすぎた。でところで今後はどう、リング上でも MMA って言ってたじゃん、本気で行くの MMA に。でも本当にMMA の、世界でこうちょっとやっぱり、僕の存在をまず認めてもらいたいなっていう、年内の MMA デビューを目標に掲げる梅野。そんな彼を呼び出したのには理由があった。それはライジン世界戦略。ライジンの世界戦略で、太田忍もアイルランドでベラトルで試合したり、八千がこの前パリで試合したり、我々がライアンス組んでるいろんな世界中のプロモーションに
ライジンファイター、日本人選手が打って出る、その中でライジンの存在を認めさせていくっていうようなことはぜひやりたいと思ってるんだよね。で、今回もタイのプロモーターの FMD ってとこからぜひライジンの選手送り出してくれっていう話があったんで、 FMD フルメタル道場とは今年10周年を迎えたタイの格闘技団体。過去に FMD からライジンにも数多くの選手が参戦してきている。ムエタイの選手とタイでぜひチャレンジしてほしいんだよね。受けられるのはもうある意味梅野しかいないんで、梅野に行ってもらってタイで試合して。僕試合するんですか？そう、いや試合してよ。いつですか？いやだからもうすぐだよ。このすぐだよ。すぐ、そこで本当にムエタイ選手梅野源氏の強さを証明して、やっぱ梅野すげえな肘はっていう。体重は何キロなんですか？体重は62ぐらい。ぐらい。体重合わせるよ、ちゃんとそこは。肘をガンガン見せつけてよ、お前の。分かりやすいので。分かりやすい。しっかりとじゃあライジンの選手として、それはじゃあ引き受けさせていただきます。そこで本当に梅野の強さ存在感を見せつけて MMA に転向した姿をぜひ見せてほしい。ムエタイだったら、どんな選手が来ても、誰が来ても負けないっていう自信はあるんで、しっかり見せていきます。これお願いします。よろしくお願いします。ということで梅野源氏、ムエタイの本場タイでライジンファイターの強さを証明せよ。格闘冒険バラエティー、世界の果てまで行ってライジン。お疲れ。どうでした？疲れたけどもう宿着いたんで、早く一回体休めたいなと思って。そうですね。もうさすがに今日は調整しないですか？今日はもうしない。明日、今日ちょっとしっかり休んで、明日動いていこうかなって思います。はい。試合まであと3日。契約体重が62キロということしか詳細が決まらぬままタイに到着した梅野。この日は減量と最終調整に備え、まっすぐホテルへ。そのタクシーを待っていると、梅野の携帯に一本の電話が。何やら揉めている。あれ、なんかさっき電話で険しい表情してました。いや、なんかさっき急に契約体重が変わったって言われて、来週から63キロになりましたっていう連絡があって、ちょっとふざけてんなっていう。で試合がだってもうあと3日後、計量2日後でしょ。あんまないんですか、こういうこと？いや、ありえないでしょ、体重が変わるのは。で対戦相手じゃあ誰ですかって聞いてもまだ分かんないっていうし、あいつらやばいよ本当に。あいつらやばいよ本当に。プロモーターから連絡が来ず、3日後の試合の詳細が決まらないというこの状況に苛立ちを隠せない梅野。おはようございます。あれ、あとどれくらいお手伝いですか？そうだから体重落とす幅も減ったから、あと2キロちょいかな。翌日の計量に備えランニングを開始。汗を出す。意外とゆっくりなんですね。最初だから、こっからまたどんどんスピード上げていくんだよ。契約体重が63キロになったとはいえ、この炎天下での減量は過酷を極める。暑くないですか？本当に舐めてんのかお前は。暑いに決まってんだろ。しんどいですね。お前 T シャツ1枚だろ。お前こっち何枚着てると思ってんだよ。話しかけんな。減量の辛さからか
ピリつく梅野。なんすかここの公園は。これルンピニ公園って言って、はい。昔からある公園で、タイで試合する時とかによく走ってた公園だよ。自分のムエタイの先生とかとも前ここで走ろうって言ってみんなで調整してた場所だから、やっぱりみんながついてるなっていう風にしっかり思い出せるっていうか、そういう場所でもあるから。ちなみにここで減量最後走った時の戦績みたいな。ラジダムナンスタジアムのベルトの防衛戦の時だから、負けてちょっとベルト取られちゃったからかなり苦い思いがあるんだけど、はい。今回その苦い思い出をもう一回ちょっと上書きしたいなっていう。なるほ榊原さんからもしっかりと肘で勝ってきてほしいっていう風に思い託されて今回タイに来たんで、ど。はい。ライジンファイターを背負って見せてきてくれっていうのもかなり熱く言われたんで。過去の苦い経験の上書き、それはすなわち過去の自分に勝つということ。そして何より榊原社長から託されたライジンファイターとしての誇り、去来するさまざまな思いを胸に、炎天下の中梅野は動き続ける。お疲れです。お疲れ。64.5。でもあと 1.5 キロだからもう全然問題ないなっていう。問題ないですか。全然余裕。ちょっとこれも一回水分取ってはい。ちょっと一回回復してまたこの後練習行こうかなっていう。汗を出し動きの確認を行うためジムにやってきた梅野。Hi Genki, how are you? Hi. Welcome. I hear from Shingo you coming. Thank you. Welcome. 体のキレを確かめ最終調整を行う。2日後の試合に向け黙々と動き続ける。だが未だにプロモーターからの連絡は来ない。しかしタイで幾度となく戦ってきた梅野、誰が相手でも戦う準備をするだけ。勝利のために淡々と動き続ける。右足で全然蹴ってないじゃないですか。まだ傷が。そうこの間の試合で、ちょっと打ったからまだ蹴ると傷が開くって言われてるから。あ、じゃあ蹴れないですね。いや蹴るよ別に全然。試合では蹴る。試合では蹴る。痛くても関係ないでしょ。勝つためにはやるよ。前回の試合からわずか3週間、傷が癒えない状況の中、今回のオファーを受けた理由とは。榊原社長に俺の肘を見せるのももちろん、あとはもうベビーメたちにしっかりと俺の戦いを見せて、やっぱり目の現地やべえなっていうのはしっかり今回の試合で見せてつきたいなっていう。ベビー梅ってなんですか。ベビーメはファンの総称だよ。ベビーメは、前回は分かりづらい形で爆一見せちゃったから、今回はもう本当に分かりやすい形で誰が見ても分かるような梅野源氏の肘っていうのを見せたいなっていう。でやっぱ私たちベイビー梅でよかったなっていう、そういうのを感じてもらえるような試合にできれば一番かな。調整はもうこれで。もうこれで終わり。ちょっとお前のミットが微妙だったけど体はバッチリ仕上がったから。ちなみにこの後どうするんですか。この後コウタと会ってタイ北が話そうっていう風になってるから。
端正なルックスからタイで絶大な人気を誇り、日本とタイ2拠点で活躍する格闘家三浦孝太。普段から頻繁に連絡を取り合い、梅野が立ち技を教えるほどの仲だという。向かった先はこちらのしゃぶしゃぶ料理店。大丈夫ですか？なんかご飯屋さんっぽいですけど。周りがご飯食べてて自分が食べないっていうのはもう慣れてるから、はい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 。まあ別にコウタが食べてるのは別に何も気にならないから。早速店内に入ると、そこにはすでに三浦孝太の姿が。あ、お疲れ様です。あ、もう回ってる感じですか？すいません、急にお邪魔しちゃっお疲れて。様です。明日計量ですか？そう、明日計量。何キロでやるんですか？本当は62って最初言われたんだけど、は急に63キロっていう風になって、そう、いきなり変わった。相手は誰なの？相手聞いてないんだよ。聞いてない。で、分かんないって言われて。わかんない。相手は梅野さんとやること分かってるんですか？あ、そこまではちょっと僕もわかんないですね。カンガルーとかなんじゃないですか？なんかあるじゃないですか、海外の。コウタそれ人事だからでしょ。いや、俺だったら絶対やす。俺も嫌だよ。本当決まってないの？本当ですよ。そんなことないだろ。本当です本当です本当です。そんな団体ないだろ。実際我々もタイのプロモーターに幾度となく確認しているが、未だ詳細は伝わってこない。今回試合でお前スポンサーの方でもついてんだからな。もうこれで考える戦ったらお前。いやでもそれバズるんじゃないですか、世界的に。コウタもう人事すぎるでしょ。と笑っていた梅野だったが、俺この後なぜか目の前にボブサップが。どういうことだよお前。お前ら本当ふざけんなよ。衝撃の展開に梅野ついにブチギレ。帰ったら行くからな、沢木村さんのとこ。そしてその日の夜、明日の計量に向け再び体重をチェック。朝の 64.5 キロから何キロ減ったのか。なんか増えてないですか？ちょっとすぐドア取ったからさ。大丈夫ですか？間に合います？あと 1.9 ですよ。大丈夫。今日寝れば500グラムぐらい落ちるから、あとは朝走れば全然体重調整ぴったりだなって。まあでもそんな焦ってないってことはまあ余裕ってことですよね。全然大丈夫よ。あと気になってたんですけど、このめちゃくちゃ薬飲んでますね。いや、試合前に病院行ったんだよ。栄養失調と胃腸炎で倒れちゃって。はい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 。昨年8月、4歳年上の一般女性と結婚した梅野。試合直前の体調不良も献身的にサポートしてくれたという。妻梅が一緒に付き添ってくれて。妻梅。そう、妻梅って言うんですね。まあ本当に学んでねえな。すいません。来た来た来た。よし。契約体重63キロへ向け水抜きで最後の調整。タイの高温多湿な気候が梅野を襲う。まあ大体今40分走ってましたけど、体感的に残り1キロ落ちました。多分これでちょっとここで休んで、この出てる汗流しれば全然1キロは落ちたと思う。こんな出るんすね。結構着込んで走ったからいい感じに落ちたと思う。
急な体重変更がありながらも順調に調整できたという今回の減量。果たして無事に計量をパスすることができるのか。これかもしれないです。アイリッシュパブって言ってたんで。まだバーじゃえ、計量ってこういうところでもやったりするんですか？ないだろ、あんまりこういうの海外でも。計量会場に指定された場所は一見普通のバー。戸惑いながらも案内された屋上へ。微妙だな。会場では出場選手らしき外国人たちが続々と計量をしている。この中に梅野の対戦相手がいるというのか。確認しろよ。タイ語で困ったら言ったら通訳する。ああ、みたいだ。これって、どういう感じで計量してるんですか？僕らも分かんないですよ。彼は日本人で出るの決まってて、知り合いいるんですけど、とりあえず彼と今乗ってる子、そこの帽子の子、あそこの長袖の子は70キロのトーナメントなんです。ああ、そうなんですか。で、多分体重今測ったんですけど、他の人はまだ呼ばれてなくて。同じ大会に出場する日本人選手の関係者に現在の状況を確認するが、計量会場ここっていうのも僕らは今日知りました。今日知ったんですか？今朝知りました。タイに10年ぐらい住んでるんで、全てそうなんですね。タイ南米で解決してます。海外での試合にトラブルはつきもの。運営の段取りがスムーズにいかず、物事の決定がギリギリになることも多々あるという。そんな状況に戸惑っていると、あれ？なんか急に呼ばれました？呼ばれたよ。梅野の名が呼ばれ、いざ計量へ。結果は 100g アンダーで見事一発クリア。しかし無事に計量をパスしたものの、未だ対戦相手は不明。今回 MMA でやられるんですか？最初がコイントスして表が出たらパンチのみ、裏が出たらキックのみで3ラウンドやるみたいな、それ勝ったら次決勝が MMA やる。すごいルールですね。これ何分やるか分かんない。3分なのか90秒なのか3分2みたいです。今知ったんですよね。今この短期間で 2,3 回変わってると話が。そうだから僕らもめちゃくちゃ混乱してるんですって。なんだよこれ。他の出場者のルールも現場で2点3点するというカオスな状況。結局この後も対戦相手の発表はなかった。とりあえず計量お疲れ様でした。ありがとう。先生から言われたよ。すごいこれやってるなって。格闘技、頭おかしくなっちゃうから本当に気をつけた方がいいよ。いや僕やってないんで大丈夫。お前に言ってねえよ。俺に言ってきたって話をしてるんだよ。ごめん、ちょいちょい小ネタ挟んでくるな。いやそれ小ネタもよくわかんないですけど。計量を無事クリアし、怖いほどご機嫌な梅野。何がそんなに面白いのか。これおかわり欲しいな。辛い減量が終わり、
およそ2週間ぶりのまともな食事が体に染み渡る。うまそうに食いますね。うまいだろ。いや結構食べましたね。食べたね結構。もうちなみにこの後ってどうされますか？ちょっと一回寄りたいところがあって。はいはいはい。試合前日にどうしても寄りたいところ、一体どこに向かうというのか。よし、ここムエタイでベルト取ったラジダムナンスタジアム。試合前に寄りたかった場所、それはムエタイの聖地ラジャダムナンスタジアム。今から8年前、このスタジアムの認定王者となった。世界中の立ち技やってる選手たちはみんな本当にこのベルトが欲しくてやってるから、でもみんなが憧れてるベルトで、このベルトを取れば本物、本当の意味での世界で一番強い男っていう意味認められるベルトだから。梅野がムエタイに出会ったのは2007年。そこから憧れのベルトを獲得するまでの9年間、ひたすらに強さだけを求め戦い続けてきた。俺は今まで夢なんてなかったし、人から褒めてもらえたことも一回もなかったし、だけど初めて中学生の頃かな、格闘技見てわあすげえって思えて憧れるものができて、それまでは別に先生からも褒めてもらったことなんて一度もなかったんだけど、高校生になった時に格闘技ごっこしてるだけで先生から「お前すげえな強えな」って認めてもらえて「お前才能あるからやった方がいいよ、絶対チャンピオンになれるよ」っていう、本当初めて認められた瞬間だったし、初めて興味が持ってたものだったし、このじゃあ格闘技を本気でやってチャンピオンになったらもっと俺のこと認めてくれる人増えんじゃないのかなっていう、この格闘技っていうものにだけは俺は嘘つきたくねえなっていう、これ頑張れなかったら俺何も頑張れねえなっていう、それが俺にとってはムエタイだった。本当に俺の人生を形成してくれた大きな要因の一つだから、俺の全てかな、ムエタイが。何者でもなかった少年はムエタイに出会い、人生が動き出した。戦い続け人生を切り開いてゆく。金のためでもない、人気のためでもない、ただ誰よりも強くなりたい、その強い思いだけが梅野を支えた。自分を作ってくれた格闘技だからこそ、俺は格闘技を裏切らない。俺は俺の強さを信じている。正直対戦相手もよくわからないし、契約の体重も何度か変わってるし、いろんな不透明なこと多いけど、ライジン選手、誇りを持って、榊原社長が言ってたようにしっかり俺の肘を見せて分かりやすい形で絶対勝ちたいの。あとお前にも見せたいよ、ちゃんと絶対すげえって言わせるから、俺のこれ見とけよ。そしてこの後、俺なぜか目の前にボブ・サップが。They're going to be fighting with machetes, by the way. マジでふざけんな。どういうことだよお前。衝撃の展開に梅野ついにブチギレ。ふざけんなよお前。普通にお前これやばいだろ。そしていよいよ公開計量が始まる。会場には一般人も多く訪れ、一見パーティーのような雰囲気がうかがえる。始まりますね。始まる。プロモーターの挨拶とともに公開計量がスタート。
出場者が順々に呼ばれてゆく。なんか攻撃切るなこれ。 So again, first fight of the night, 3 5-minute rounds of MMA. Hop on there. And again, what did you weigh in at? Conor McGregor. 梅野が知る公開計量とは違い、緊張感のない状況に動揺を隠しきれない。なんだこれ。 69.8 is what he weighed in, and a round of applause for face each other. さらに対戦相手とのフェイスオフ。多分これから来ますよ。準備した方がいいんですよ。すると Bob here. Bob, can you come up for me, please? A round of applause for the living legend, the icon in the building, Mr. Bob Sapp. 続いて呼ばれたのはまさかのボブ・サップ。 In our 4-man 明日試合すんのか。 Please hop on the scale, even though it's not い really. やいやだって体重計乗ってま It すよ。 just looks exactly. The man is in 乗っ Bangkok. てるぞ。 Better looking at 49 if you look than any of you have ever. Ari, With that Abbas being Sigirda. said, this man is no stranger to Team Japan. Am I right? Team Nippon in the house. He's an absolute icon from Nichiwa. Let's bring out the man that may be his opponent tomorrow. やばいやばい。 Genji Umino. なんとボブ・サップの次に梅野が呼ばれた。 Right here. Shirts off. Shirts off. Oh yeah. Shirts off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 . The best six-pack right here. Hop up on there. Bob Sapp weighed in at 159 kilos, and you weighed in at 61 kgs. 61 kgs of pain and suffering. We gotta face off. We gotta face off. Face off. Yep. This could happen tomorrow. This could happen tomorrow. They're going to be fighting with machetes, by the way. Machetes and chainsaws. 3 rounds. このフェイスオフは一体何を意味しているのか。 All right, thank you guys so much. A round of applause for living legend Bob the Beast Sapp and Kenji Umino. Thank you very much. Thank you guys. Finals, right? We'd go to the finals of the first one. Then we have Bonema coming as the マジで聞いてない。お前マジでふざけん last but な。 not least. お前知ってんだろ。 マジで知らなかったです。 Tomorrow morning 9 a.m. starts the UFC, right? And then our live broadcast goes on at about 1 p.m. Our show goes because everybody gets paid at the after party. Hangman Kunmin, Tininaka. 2 special guests that we're also having tomorrow. But maybe in the future we can get something going. いやマジで知らないです。 Special guest 1. 果たして対戦相手は体重2倍以上にもなるボブ・サップなのか。すると困惑する我々のもとに大会のプロモーターが。 Yeah, Jinjing OK? Yeah, fantastic. The best, number 1, the Elbow King. He's gonna be putting it in. Right there. That's it. That's it. That's it. He knows it too. Right there. Right there. You didn't even see it. Didn't even. Right there. See it. 今ボブの倒し方教えてくれてました。お前ふざけんなよお前。ライジンファイターの強さを証明するため、そして何より己の強さを証明するため、この数週間過酷な減量と練習に耐え抜き計量までこぎつけた。しかし蓋を開けてみれば対戦相手は体重など全く関係がないボブ・サップ。63キロ契約とは一体何だったのか。常識では考えられないこの展開。果たして試合ではどうなってしまうのか。こうして迎えた試合当日。いよいよですね。ついに来たな。
もう気合入ってるし、やれることやってきたからもう大丈夫。早速試合会場に向かう梅野。するとここで。お疲れ様。お疲れ。お疲れ。頑張ってください。急に昨日軽量会場行ったらボブサップいるし、俺フェイスオフやらされたし。梅野さんだって相手変わってもやること一つじゃないですか。何？肘。よし。肘なんか。オッケー、まあ頑張ってくれ。ありがとはい、頑張ってきてください。う。よし。まあでもレンも言ってたし、もう俺やることは変わらないし。あとは本当にもう自分信じて、もうぶつかりに行くだけだな。決戦の舞台となるのはこちらの小規模なイベント会場。中ではリハーサルが行われていた。そしてリングの上にあのプロモーターの姿が。出場選手に対してルールを説明しているようだが、1試合目は5分3ラウンドの MMA ルールらしいです。俺の試合は到着早々バンデージを促される。お前話しかけてんだよ。結局お前これ俺の試合のルールなんだよ。ちゃんと肘があるのかとか、ムエタイルールなのか、それで確認してこいよ、ね、ちゃんと。ちゃんと確認しろよ。試合当日になっても開始時間とルールが不明なことで殺気立つ梅野。すぐさまライジンマッチメーカー柏木に確認を入れる。梅野さん、終わった。現場でもうとりあえず言われたことをやってくれ。ふざけんなよお前。どういうことだよお前。あ、でも一つだけ分かったことあります。今日7試合目ですよ。俺7試合目なの？はい。あと何も分かんないのお前。あとはもう現場で起きたことに対応してくれと。どういうことよ。そんなありえないだろそんなの。7試合目ということだけ分かったが、ルールの詳細についてはライジンも分からないのだという。そんな中、会場では第1試合が開始。 Can Alexander work behind that jab? He cannot. Oh, he's been caught. He's been caught bad and he is hurt. リング上では激しい死闘が繰り広げられる。You don't get a face tattoo like that if you can't crack. Obviously, the job applications are not. するとそこに親交の深い元サンフレッチェ広島の野津田選手が応援に。本当に僕どんな感じにしてるか分かんなくて、ふざけなのかマジでマジで言われてなくて。あ、そういう今ルール決めてたりするんで、そういう感じなんですね。はい、普通ないです。そんな僕聞いたことないんで。やばいっすね。その後も着々と試合は進んでゆき、梅野は試合に向けスタンバイ。ちょっと時間までアップしましょうか。お前最後ちょっとだけ見てもて。わかりました。はい、梅野に行ってもらってタイで試合して。僕試合するんですか？そう、肘をガンガン見せつけてよ。ライジンファイターの強さを世界に証明するため急遽決まった今回の試合。直前の体重変更やルールがわからない中での調整など度重なるトラブルに見舞われてきた。しかしここまで来たら相手なんてどうでもいい。ただ自分の強さを証明するだけ。格闘家梅野源氏に逃げることなどありえない。覚悟を決めリングに上がる梅野。試
試合を直前に緊張感が高まっていく。しかしここでとんでもない発表が。ボブサップじゃないですよ。おかしいっすマジで。大丈夫ですか？相手全然わかんないですよ。やりますよ。いけます。おめえっすよね。女性っすか？ラジナのランカーラット選手。そう、実はこのニューハーフファイター、ラジャダムナンスタジアムでランカーとしても活躍した正真正銘のムエタイ選手なのだ。ルール。ここでようやく試合のルールを説明し始めた。Only leg? No punch? No elbow? No elbow? No elbow? なんと発表されたルールはキックのみの変則ルール。Only kick. Handy. Okay. 梅野は逃げない。全てを受け入れゴングを待つ。そしていよいよその時が。この間の試合で今ちょっと打ったから。まだ癒えぬ右足の傷。試合では蹴る。痛くても関係ないでしょ。勝つためにはやるよ。しかしいかなる時も全力を尽くすのが格闘家梅野源氏。当初の目的、肘はおろかキックのみとなったこの試合。しかしインターバル中、さらにとんでもない発表が。何？どういうこと？車椅子？なんとそこには車椅子が。お前ら本当ふざけんなよ。いやでもマジ次肘見せましょう。肘。これ乗るのか俺。すると。ボブ。リングに上がってきたのはボブ・サップ。チームメイト？どうやら2ラウンド目はボブ・サップとのチーム戦。肘。一体何が始まるというのか。ね、肘ダメだって。梅野さんパンチだけだって。やばいってこれ。パンチだよパンチ。肘ダメだよ。おい動
ったっす。ボディ効いてました、めちゃくちゃ。これなんだこれ。ボブもっと動いてムーブ。Okay, Team Japan, are you guys okay? We're okay. You okay? Yep,大丈夫。 Now, 4 strikes. なんだこれ。もう終わってからで話は。もう今やるんだよ。そしていよいよ最終ラウンド。ライジンの世界戦略で日本のライジンの強さをぜひタイで肘をガンガン見せつけてよ。誰が見ても分かるような梅野源氏の肘っていうのを見せたいなっていう。俺は今まで夢なんてなかったし、人から褒めてもらえたことも一回もなかったし、だけど初めて格闘技見て、わあすげえって思えて憧れるものができて、これ頑張れなかったら俺何も頑張れねえなっていう。この格闘技っていうものにだけは俺は嘘つきたくねえなっていう。やっぱり梅野源氏やべえなっていうのはしっかり今回の試合で見せつけたいなっていう。いや勝ったでしょこれ。梅野は最後まで全力を尽くした。人はこの試合を笑うかもしれない。人は梅野をバカにするかもしれない。ただ梅野は何があろうとも逃げなかった。それは自分が格闘家であることを証明するため。判定の結果は梅野敗北。これもうふざけんなよお前。そして試合終わり。お前に何のために言ったんだ、ムエタイが俺にとってどういうものかっていうのを熱く語っといて話して、俺共感してただろ。でお前このふざけたルールか。俺は別にムエタイにそういう思いで向き合ってきてないんだよ。これ高木ぐらい最初からあったの。多分そうなんです。分かります。もう帰ったら行くから騒ぎ出すんだけど乗り込むんですか。当たり前だろお前こんなふざけたルールでやらされて。なんでお前負けって普通にお前これやばいだろ。普通にやばいだろ。